はい、今回は毛彫りタガネで直線を掘る練習の動画じゃな。これが毛彫りタガネじゃ。タガネはこのおたふく土を使って叩く。ただ、海外の方などは結構重い重いのハンマーを使っているので、この金槌じゃないといけないよということは一切ない。この動画で紹介する内容は、彫金の本などで一般的に解説されていることと全く違う内容もあるので、参考にするかどうかはお任せする。はい、では、金槌の持ち方。まず長さはこういう感じにして、自分の手のひらのサイズに合わせる。で、手のひらに金槌の底を当てて、手のひらで包み込むようにして持つ。ただ、掘る対象によって、どういった風に叩いた方がいいかというのは違うので、さっきの手のひらで包むようにして長く持って叩くというのが基本なんだけれども、状況に応じて使い分けよう。直線彫りの練習の準備としては、銅板に彫刻刀の切りなど、尖った何かを使って、定規で線を引いていく。で、別にこれ綺麗にマス目を引く練習ではないので、綺麗に引くということにこだわる意味は全くない。適当に引いて、その線に合わせて彫る練習をするということだ。はい、こんな感じで彫りますと。で、直線彫りの練習で重要になってくるのが、今使っている毛彫りタガネがそもそも曲がっているタガネじゃないかどうかの確認というのが一番重要になる。もうちゃんと叩けるどうこう以前に、タガネがおかしいってなったらもう絶対にまっすぐ掘れない。安定してまっすぐ掘ることなんか絶対にできないので、今掘ってるように、くねくねしてしまう。なんだろう。こう掘っていると、あれちょっとこっちにずれちゃった。こっちに戻して、あれおかしいなってなってると、まずタガネがちゃんとまっすぐしたものかどうかというのを確認する必要がある。で、タガネを研げる人であれば、掘ってみて、曲がってるなとなったら、自分で研ぎ直すと。で、タガネの研ぎはすぐにできるようなものではないので、特に初心者には不可能なので、初心者はまず、まっすぐのタガネを購入する。確認してちゃんと購入するというのが最初のポイントになる。練習というのはその後、まっすぐ掘るっていうのもその後になるね。もちろん掘る時の姿勢、またね、叩き方というのも大事ではあるんだが、まずはタガネが曲がってるとどうにもならない。まず叩く姿勢としては、背筋を伸ばして、変に覆いかぶさるように前傾姿勢で掘ったりすると、掘ってる時にタガネの刃先がくねくねと動いてしまう。そういった部分を気をつけて、まっすぐ叩く。叩いている時になかなか進まないとなると、力任せに叩いてしまう人もいると思うんだが、基本的に、叩く力というのは金槌の重さであったり、進みづらいということであれば細かく叩いて、叩く回数を増やして進めていくといった形になるので、力任せに引っ叩くような感じでやると線もぶれやすいし、単純に悪い癖がつくのでやめた方が良い。あとそういった叩き方をしているとタガネの刃が欠けやすいしの。あとはひたすら反復練習を繰り返す。ただ、あんまり同じことばっかりやってると飽きるので、掘ってる時の深さを変えてみたりとか、掘る毛彫りタガネの種類、種類というのは曲線用でまっすぐを掘ってみたり、また太さを極端に細いもの、太いもの、こういうのを入れ替わりでやってみたり、いろいろ工夫すると飽きずにやれるので、ちょっと自分なりの方法というのを考えてみるといいかもしれない。
で、ひとしきり縦に掘り終えたとなったら、今度は横に直線を掘っていく練習になる。この横に掘る練習、もうすでに縦に掘ったので、溝ができている状態というのが、実用的な線の掘り方になってくる。例えば漢字を掘ったりと、文字を掘るよといったときに、こういった溝を経由して掘るようなことっていうのは少なくないので、この直線彫りの練習というのは、掘る深さを自分で意識するという意味で非常に効果的な練習になる。もちろん、最初の掘っている、縦に掘るときに深く掘る。自分の中でしっかりと深く掘るというのを意識して、その後の横に掘るときに、浅く掘って、その線に至ったときに、掘り子、金属片。この場合だと銅板なので、銅がきれいにパッとこう取れるように掘るというその掘り方の練習にもなる。また逆に言うと、その最初に掘った線に影響されないように深く掘ることでずれないようにする掘り方というのを意識するための練習としても非常にちょうどいいと思うぞ。で、縦横とひとしきり掘っていくと、今度はこの銅板は別の練習にも使えるので捨てないように取っておこう。縦横掘って交差点というか交差している部分ができるので、その部分をポンチを打つ練習に使うことができる。ポンチというのは今画像に映ってるものだね。これを叩いて、ちょっとうまく打てない時とかは、こうやってずれてるんだな、自分はポンチを打つ時こっちにずれてしまうんだな、というような確認に使うこともできる。また、それを叩いた後、ドリルで穴を開けて、その穴に向けて毛彫りの爪を立てる練習というのもできるので、取っておくのがおすすめじゃ。基本的に直線彫りの練習というのは事前に下書きをした上で彫る必要があるんだけれども、今彫っている線のように、たまには線を引かずにちゃんとまっすぐ掘れるかどうかというのを試してみるのも良いと思う。今この画像で掘っているのは横の溝よりも深い線を掘るということで問題なく掘れるかどうか、またその深く掘っても鋼の形として問題がないかどうかというのを確認する練習になる。で、深く掘っている分叩く回数が多くなるというか、深いので進みが遅くなる、力も必要になるので、叩く回数が多くなり進みが遅くなる。で、続いてはその左に横に掘った線、溝よりも浅く掘る、浅い線を交差させて掘るという練習になる。画像を見ての通り浅く掘っているので、その分スピードが速い。で、そのスピードが速くさささっと掘っていく中で線がぶれないように掘るという練習になっている。こうやって繰り返し掘っているとだんだん狭い部分ができてくるので、過去に曲線彫りの動画でも少し、字幕で解説したんだけれども、狭いところを掘る面積、ここに掘らないといけないという制限を設けた上で練習をすると効果的だよということを字幕で解説しておったので、この直線でも同じように限られた部分、こことここの間に直線を掘らなきゃいけないという条件を自分に、課して練習するというのも効果的かもしれんの。そんなわけで今回は毛彫りタガネの直線彫りの練習方法の解説じゃった。解説内容がちょっと広くなってしまったので、初心者が最初から全部やるっていうのはちょっと難しいとは思うんじゃが、とりあえずは最初に話した下書きをして、それに沿って掘ってみる。姿勢を良くして、叩き方気にして、で、一番最初に大丈夫っていう、曲がってるタガネじゃないっていうところを気にして練習してみるっていうのがいいんじゃないかな。他にもやり方いろいろあると思うが、あくまでわしがやってきた方法の一つなので、参考にする方は参考にして練習してもらったらいいと思う。
それでは今回はここまでじゃ。高評価、チャンネル登録、よろしく頼んだぞ。安全第一、健康第一じゃな。